この製品、控えめに言って。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。リブームというメーカーをご存知でしょうか。私は2023年にリトゥーという製品を購入しましたが、まず見た目でぐっと興味を惹かれませんか？これ、スピーカーなんです。Bluetooth で接続もできますし、マイクロ SD カードを挿入すれば保存した音楽の再生もできます。画面には 16×16 ドットのピクセルアートを表示でき、アプリから好きなものを選んで表示可能。ピクセルアートは世界中のクリエイターが作成したものがたくさんアップされています。8ビット感あふれるドット絵は見ているだけで楽しいです。さらに時計や天気、サウンドビジュアルなど便利ツールも入っています。おーっと、ちょっと権利関係が心配になるようなアートも出てきますね。こんな風にデスクに置いておくだけでちょっとおしゃれじゃないですか。これがリトゥーという製品です。これの魅力をお伝えするでも良いのですが、今回はこれの紹介ではなくこちらとなります。リブームピクソー64。なぜこれを買ったかについて軽く触れておきます。まず私の部屋にある電波時計、これはもう20年前くらいに買ったものですが、最近電波を受信しなくなり、2週間で1分くらい時間がずれるようになってしまいました。毎回セットし直すのもなかなか手間なので、同じような電波時計を探していたんです。部屋のどこからでも視認できる大きめのデジタル表示で、時刻は自動補正してほしい。日付や曜日も出たらいいなというのが要望なのですが、これで製品探すと出てくるには出てくるのですが、何でしょう。これだと金銭に触れるものはなく、ピクソー64にたどり着きました。値段は普通の電波時計に比べればちょっとお高いです。ですが要望は全て満たしてくれていますし、時計の枠を超えてガジェットとしての存在感は抜群です。ということで開封していきましょう。今回は日本の Amazon で購入しました。目立ったへこみ、つぶれはありませんね。おしゃれな化粧箱に入っています。この時点で思っていたよりかなり大きい印象です。机の上に置くのは向かないかもしれません。中身を確認していきましょう。まずは付属品。USB ケーブルは2メートルの長めのものが付属しています。これは設置場所の自由度が高まりますね。これは壁掛け用のネジですね。それから本体。本体の表面はガラスのような光沢のあるパネルになっています。先ほどのネジも開封しておきましょう。ネジは2つですね。シリコンのワッシャーとセットになっていて、紐を通す穴が開いています。これで USB の給電さえできれば壁掛けも可能です。マニュアルは日本語も対応しています。幅は 26.2cm、高さも 26.2cm の正方形です。奥行き 1.8cm くらいですね。重量は 986g、約 1kg ですね。裏面はこんな感じですね。タイプ C ポートが見えます。自立スタンドも付属しています。側面は物理ボタンが2つあります。そして壁掛け用ネジのネジ穴があります。それでは USB ケーブルをつないで
電源を入れてみましょう。電源はケーブルを接続した時点で自動で入りましたね。ピクソー64なので 64×64 ドットで表示されます。 Wi-Fi マークが出ています。アプリから設定してみましょう。私はもともとリトゥーを使っていたので、すでにリブームのアプリはインストール済みです。入っていない方はマニュアルに従ってインストールしてください。続いてデバイスの追加です。ピクソー64を追加すると Wi-Fi の設定に遷移するので、ご自宅で利用中のアクセスポイントを設定してください。Wi-Fi は必須ですね。自宅に Wi-Fi 環境のない方は注意してください。Wi-Fi に接続できたらコンテンツのダウンロードが始まり、自動でピクセルアートが表示されます。手動での時刻合わせは不要で、 Wi-Fi につながるとタイムゾーンに基づき時刻が同期されます。ここまで来たらもうあとは好きな画面を選んで表示するだけです。 16×16 のアートを選択した場合は自動で拡大表示されます。ひたすらピクセルアートを出す。時計、 YouTube や SNS 情報、金融情報、天気、祝日、便利ツール、スポーツ、ゲーム、オリジナルアートの作成などなど、機能は盛りだくさんです。使ってみた感想ですが、画面の明るさは3000カンデラと相当明るいです。日中の日が差し込む明るい部屋でもはっきり見えます。逆に深夜にこうこうと光り輝くことになるのですが、心配ありません。アプリからナイトモードの設定ができますので、就寝中は画面を暗くすることができます。時計のデザインも複数あるので、気分で変更したり、X や Facebook の SNS 情報を表示する機能もあるので、電波時計よりお値段は高いですが、その差額以上に機能が多く、私は大満足ですね。ピクセルアートも大量にあり、頻繁に更新されています。小さいモデルのピクソーは4枚組み合わせて 32×32 ドットのアートを作れるんだとか。私はこの1台で十分ですが、小さいモデルも気になってしまいますね。実は今年発売されたばかりのタイムズフレームという製品もあり、こちらも気になったのですが、ピクソー64に比べ少し画面が小さいのと、お値段は3万円近くするので、私はピクソー64を選びました。デスクトップに置くならタイムズフレームがいいのかもしれませんね。機会があればこちらもそのうちレビューするかもしれません。いかがだったでしょうか。皆さんも素敵なピクセルアート飾ってみませんか。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。